皆さんようこそ。山岸豊です。今日はこちらのスペシャルなロータスエリーゼ R を紹介したいと思います。このロータスエリーゼはタイプ R をベースにしてエンジンから足回りまで全て手が入っている車なんですよね。ハンドリングはね、足回りのジオメトリーも全部変わってるんで、ものすごいシビアで、なんかフォーミュラカーに近いような設定になってると思うんですよね。で、車重が軽いからとってもパワフルに感じるんですけど、今日履いてるねタイヤがアドバンのネオバなんで、ちょっとグリップ的には低いんですけど、まあなんとね、ダンパーがねペンスキーの 2way が入ってるみたいなんですよね。アクセルでねちゃんと向きが変わるこの車で、それでいてリアがブレーキしなくて、とにかくフロントのね解凍性がすごく高くて、前が軽いんで、その分ね初期応答が悪い、そんな気がするんですけど、この車はね初期応答がむちゃくちゃシビアで、ネガティブキャンバーがついてるんですよね。そのせいかもしれません。で、初期応答がすごくあるんですけど、その先切り出した時に少しだるい感じがして、まあそこはもう少し煮詰めが必要なのかななんて思いますね。で、エンジンがね2リッターのチューニングエンジンが乗ってるんですけどね、このエンジンがまたとってもねフラットなトルクで、マキシマムがね8000まで回るんだよね、このエンジン。すごい。あ、ちゃう8500だ。が AP ロッキードに変わっていて、ディスクはね PF がついてるみたいで、ちょっとフロントのブレーキの効きの方が強めなのかな、セッティング的には。もう少し後ろのブレーキを効かせてあげたいですよね。そうするとねもうちょっとよく止まってくれると思います。3速からでもね車重が明るいからすごいいい加速してくれる。だいたいね4000からちゃんとね加速してくれるんですよね。タイトベントもね2速に落としたい気もするんだけど、全然3速のままいけちゃいますね。これミッションもねクロスレションが入ってて、そのせいもあるかもしれないですね。こうやってねワインディングを走る分には最高に気持ちいい仕様になってますよね。多分ね初期応答がいいんだけど、その先ダルにしてあるのはね、その先までフロントが入っちゃうと後ろがね出やすいセッティングになっちゃうと思うんですよ。だからまあ普通のユーザーの方にはねその方が危なくなくて走れるからいいのかもしれないですね。
く素直なね挙動を示すタイヤだと思うんですよ。だから多少ね滑ってもなだらかな滑りをしてくれるんで、怖いとかね恐怖感は全然ないですよね。ただピークのグリップはねやっぱりラジアルなんですよ。どこまで行ってもスポーツラジアルなんでそこまで高くないですけど、ちゃんとね荷重を乗せて静かにアクセルを上げてあげればしっかりとトラクションもかかるしね。まあやっぱりフルに荷重がかかっちゃうと少しちょっとグリップ感がねまあ弱まるのはしょうがないところですけどね。エリーゼってすごくシャーシがね硬いんですよ。だからこれだけ硬いシャーシ持っていればもう少しねグリップするS タイヤとか履いてあげても全然いいかもしれないですね。やっぱり下りがね最高に楽しいですよね。登るな。でもなやっぱり4000回転以上回ってればね全然登りも登ってっちゃいますねこの車。ポルシェと一緒でフェンダーがすごい見切りになってくれてね車のラインをトレースするのに役に立ちますよね。がねとにかくすごくコントローラブル。これじゃないとね峠みたいなねいろんな路面が変わる場所を安心して飛ばせないですよね。とにかくステアリングの方向性もね適度にダルで、この初期がねすごくクイックなんだけど中がねだるいところが懐が広いところですよね。高速コーナーもねオンザレールでピタッとステアリング決まりますよね。これは気持ちいいわ。若干プッシュアンダーが出るかな。当然ね上りだとアンダー出にくいですけど下りでもこの車ねすごく応答性がいいんで思わずね海がこぼれちゃうよね。さっきねこの辺セカンドギアで走っても試してみたんですけど全然サードの方がね速いね。
さにここの峠を走るためだけに作られた馬みたい。はい、じゃあ今度は普通に走ってみましょう。4000回転ねちょっとぐらいでシフトをしていくとエキゾーストの音がすごく気持ちいいですよね。まあこのぐらいねゆったりと流すスピードで走ってもすごく気持ちいい車ですよ。やっぱねスポーツカーは屋根がね開いてるのが最高だよね。これはいい車だよ。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。